はいどうも、キスケです。今回は限定星6オペレーター、ゾアンファンイの性能解説、およびパーティー予想をやっていきます。ゾアンの性能が一部公開されて、どういったコンセプトのオペレーターか判明しましたね。広範囲に雷を落として殲滅したり、必殺技を発動してから戦技と連携技をループさせて大ダメージを叩き出したりと、突撃オペレーターの名に恥じない性能っぽくて強そうなんでね、どんなパーティーが組めるか見ていきましょう。ただあくまで今回は現状出ている性能だけでパーティーを組んでいきます。詳しいダメージ倍率とかは度外視で話していきますんでね、それでもいいよという方は最後まで見てってください。それでは行きましょう。まずは現在判明している性能を詳しく見ていきましょう。ゾアンは電磁属性の突撃オペレーター、武器はアーツユニットです。通常攻撃は最大5段、電磁ダメージを与え、襲撃を行うと SP を一定量回復します。続いて連携技。連携技は操作中のオペレーターが電磁付着状態の敵に重攻撃、または襲撃を与えると発動可能。即雷陣を展開して敵を攻撃し、電磁ダメージを与えます。さらに敵が電磁付着状態の場合、電磁付着を感電状態に変換します。この時、電磁付着が2段階の敵に命中した場合、そのまま2段階の感電効果に変換されます。連携技を発動させるには電磁付着が必須なんで、ペリカやアークライト、アンタルあたりの電磁オペレーターは必須になります。一応ゾアンは必殺技で変身すると電磁付着ができるようになるんですが、やはりパーティーに電磁付着係を1体は入れておいた方がいいと思います。で、連携技のクールタイムに関しては、公式映像を見ながらストップウォッチで測ってみたところ18秒くらいでした。まあ普通ですよね。続いて戦技。戦技を発動すると直ちに目標の感電状態を消費し、フィールド上に最大3本の総雷剣を生成します。その後、周囲の総雷剣で雷を誘導して目標へ電撃を順番に放ち、高い電磁ダメージを与えます。この総雷剣がフィールドに生成されているほど戦技のダメージが上がるということですね。ゾアンはこの戦技で火力を出していく突撃オペレーターなんだと思います。で、この総雷剣はフィールド上に9本まで生成が可能なんですけど、感電状態じゃない敵に戦技を使うと総雷剣1本生成、感電状態の敵に戦技を使うと総雷剣を2本生成、2段階の感電状態の敵に戦技を使うと総雷剣を3本生成と、9本貯めるのがめちゃくちゃ大変ですよね。連携技のクールタイムもありますし、じゃあどうやって総雷剣を効率よくフィールドに生成するのか。これは必殺技を使えば解決します。必殺技を発動するとゾアンが形態変化し、通常攻撃、戦技、連携技の全てが強化。戦技は電磁付着できるようになり、連携技は範囲攻撃になります。通常攻撃に関しては判明していないんですが、火力アップとか重攻撃までの時間が短縮とか、公式映像を見た感じだとそんなところだと思います。で、この必殺技がね、マジで強そうなんですよね。スキルの強化以外にも、形態変化中は連携技のクールダウン回復速度が4倍になります。さらに最初に発動する戦技は SP と感電状態を消費しなくなります。これね、やばいんですよ。特に連携技のクールダウン回復速度が4倍の方。これによって例えば戦技で電磁付着プラス総雷剣を生成、重攻撃を発動、そしてまた連携技発動で感電状態と、この流れをループさせることができます。やばいよこれ。このループを続けてれば簡単に総雷剣を9本生成することができるし、突撃オペレーターでありながら
味方の支援なく火力を出すことができるんですよ。必殺技中は自己完結しちゃってます。しかも攻撃範囲が広くて殲滅力もあり、出てる情報だけで言えばめちゃくちゃ強いと思います。そもそもゾアンは突撃オペレーターなんで、さすがにダメージ倍率は高めに設定されてると思います。早く雷を落としまくって敵を真っ黒焦げにしたいですよね。で、必殺技の継続時間なんですが、これもまたストップウォッチで測ってみたところ25秒くらいだと思います。あくまで人力で測ってるんでね、ご了承ください。現状確認できる能力は以上です。素質効果に関しては一つも明かされませんでした。個人的に2段以上の電磁付着に連携技を打つと2段階の感電効果を付与するっていうのが素質効果なんじゃないかなとも思いつつ、今は分かんないですね。装備に関しては新しい装備上流3セットが最適になりそうです。こちら予告番組でちらっと映っていたんで翻訳して紹介します。映っていたのはアクセサリーで、能力は戦技ダメージプラス 41.4%、 3セット効果が攻撃力プラス 10%、 装備しているオペレーターがアーツ以上を消費するたびに消費したアーツ以上レベルに応じたバフを獲得。このバフはアーツダメージプラス 15% で最大3スタックまで獲得可能。戦技で感電状態を消費するゾアンに最適だと思います。もちろん製品版で能力が変更される場合もあると思うんで、おおよそこんな能力なんだくらいの感覚でお願いします。で、上流セットのアクセサリーはこれ一つなんで、ゾアンの能力値はメインが意志、サブが知性になるのかなと予想できます。間違っていたらすいません。以上のことを踏まえてゾアンで組めるパーティーを見ていきましょう。まず予告番組で紹介されていた先方オペレーター2枚編成、ゾアン、ペリカ、アークライト、アレッシュです。ゾアンは戦技でダメージを出すオペレーターっぽいんで SP が枯渇しやすそうなんですよね。だから先方オペレーターを2体採用して SP を回復しながら戦うという、理にかなった編成ですよね。それでは公式のローテーションを見ていきましょう。まずペリカの戦技で電磁付着、ゾアンで重攻撃を当ててそのまま連携技で感電状態、その感電状態を戦技で消費してからペリカの連携技で再度感電状態で、またゾアンの戦技で感電消費、ボスがブレイクするまでにできるだけ総来剣を生成しようという立ち回りですよね。やはり SP がカツカツです。ボスがブレイクすればゾアンの必殺技で形態変化、最初の戦技は SP も感電も消費しないんで即発動、重攻撃を当てて連携技発動で感電状態、その後総来剣9本貯めた状態で戦技を打ってフィニッシュです。いやー、爽快感あってめちゃくちゃ楽しそう。今回のローテーションでは言及しなかったんですけど、ゾアンが戦技で感電を消費するたびにアークライトの連携技が発動してましたよね。アークライトの連携技はクールタイムが3秒なんでバシバシつながって SP がゴンゴン回復します。ゾアンとアークライト、それとペリカはほぼ確定枠かなと思ってます。思ったより編成幅が狭そうかなというのが正直な感想。こちらも予告番組で紹介された IB エナを採用したダブルアタッカー編成、ゾアン、IB エナ、アークライト、ペリカです。やはり公式的にもペリカとアークライトは確定枠なのかな。こちらのパーティーは突撃オペレーターが2体いることで一見喧嘩しそうなんですけど、ゾアンをぐるぐる回してると自然と IB エナの雷装が地面に溜まってるみたいなローテーションになるんでめちゃくちゃ強そうです。それでは公式のローテーションを見ていきます。周回ステージのローテーションですね。まず開幕ゾアンの必殺技で即変身、戦技を SP と感電消費なしで発動、電磁付着が付与されてるんで重攻撃で連携技が起動、
ゾアンの連携技で感電状態にして戦技を発動して前半を突破。ここ公式映像では IB エナの連携技を発動してないんですけど、ボス戦とかであれば発動して雷槍を地面に刺すということができますよね。後半では IB エナの必殺技で強雷槍を設置、アークライトの必殺技で電磁付着、重攻撃を当ててゾアンの連携技、あとは IB エナとゾアンの戦技で灰にしてやりましょう。ゾアンの火力が異常なのか速攻で終わりましたね。 IB エナは素質効果で必殺技を当てると電磁脆弱を付与できますし、電磁付着状態の敵に重攻撃で連携技を発動というゾアンを動かしてれば勝手に槍が地面に刺さっていくんで相性がいいと思います。他の選択肢としては4枠目を誰にするかで色をつけるしかないのかなと思います。ゾアン、ペリカ、アークライトは確定で、4枠目をアルデリア、アンタル、ギルベルタあたりから選択していきましょう。この辺しか相性がいいオペレーターがいない気がします。アルデリアは連携技からの戦技でゾアンの邪魔をすることなくアーツ脆弱をぶち込めますし、アルデリアの脆弱って30秒も続くんで、ゾアンの必殺技が本当に25秒程度なら1回脆弱を付与するだけで回ります。で、回復力もあるんでね、高難易度コンテンツでも活躍することでしょう。アンタルにした場合、戦技で電磁脆弱、連携技で電磁付着、必殺技で電磁増幅とゾアンの火力をがっつりと底上げすることができます。戦技の脆弱も必殺技の増幅もそこそこ長いんでしっかりとサポートできます。多分アルデリアかアンタルが一番相性いい気がしますね。で、ギルベルタなんですけど、特別相性がいいようには見えないですかね。選択肢には上がるけどね。というのもギルベルタって必殺技のアーツ脆弱が5秒しかなくて、瞬間火力でドカンとダメージを出すオペレーターとは相性がいいんですけど、継続的にダメージを出すオペレーターとはほどほどの相性だと思うんですよね。レーバテインとかも強化戦技とか連携技を打ちながら継続的にダメージを出すオペレーターですよね。で、ゾアンに関しても継続的にダメージを出すタイプに見えるんですよ。戦技をコンスタントに打ちながらダメージを出して、必殺技で戦技と連携技をループさせていく、まあそんなオペレーターですから特別相性がいいようには見えないですね。ただしギルベルタのモチーフ武器を持ってるなら話が変わってきます。ギルベルタのモチーフは自身の連携技で敵を浮遊すると15秒間チーム全員のアーツダメージが上がります。ギルベルタの連携技はアーツ以上になった時に発動なので、感電状態にしまくるゾアンと相性がいいです。ここぞという時以外はモチーフ武器のバフを起点に立ち回って、総来剣が9本溜まったら必殺技で一気に火力を上げるという使い方ができますから、ギルベルタのモチーフ武器を持っているなら選択肢に上がります。現状4枠目の選択肢に上がるのはこれくらいですかね。もしかしたら実装してからタンタンと相性いいやんみたいなのが出てくるかもしれないんですけど、前もって育成するための指標にはなると思います。いかがだったでしょうか。今回は限定星力オペレーターゾアンファイの性能解説およびパーティー予想でした。なんかタンタンとかロッシュの時はちゃんと強いんかなって不安になってたんですけど、ゾアンの時はね、何の心配も押し寄せてこないですね。なんでなんでしょうか。突撃オペレーターということで、最低限のダメージ倍率は担保されているだろうっていう、安直なものなんですが、メイン任務の描写的に別格の強さで実装されてもおかしくないオペレーターなんでね。期間も長いことですし、まったりとスカウトしていきましょう。皆さんはゾアンをゲットしたらどんなパーティーを組みたいですか？コメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。
この動画が良かったなと思った方は、高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。